In this part, I think Luke is overpowered. What do you think? それ英語で言ってみるか。全然わかんないですよ。それがわかんないからアングリーバードに対してどうっていう質問は英語だと How なのよ。How だけでもひょっとしたらいけると思う。グッドだから、グッテストじゃないのと思うんですよ。ちなみにグッテストで通じます。あ、そうなんだ。My name is Tokido, sponsored by Road Z ということでですね、今回は第2回目となりました東大式格ゲーイングリッシュのお時間でございます。でまずこの格ゲーイングリッシュとは何ぞやということなんですけれども、格闘ゲーマーが習得しておくと、役に立つんじゃないかなと思われる英会話を私が伝授していくという企画でございます。お相手はこの方。はい、アシスタントの小作です。よろしくお願いします。第2回のテーマはズバリゲーム談義でございます。第1回は、格闘ゲームね始める時にどういった挨拶があるとかそういう話でしたけど、それが終わった後にああだこうだ言うわけじゃないですか。私たち格ゲーマーは。これは万国共通でございます。もちろん日本だけじゃない。小作は海外でとゲームについて話したことっていうのは第1回でも言ったかもしれないですけど、そうだからアングリーバードと対戦した時にね、対戦して、結構ボコられて、でボコられた挙句すごいフィードバックをねしてこうやってするんですけど、俺はもう立ち尽くすもう何も完全敗北。なるほど。そこでもマウントがゲームの中でもやられて、言葉でもやられてしまったと。すごいしょんぼりしてアングリーバードも去っていくと。こっちも別に言いたいことあるんですよ。そうなんかすごいやっぱり日本勢と違う動きがあるじゃないですか。あれすごいねみたいな話をしたかったんですけど、俺だって伝えられず。そういう時にね、今回の動画を参考にしていただいて、まずはコミュニケーションを取っていただくという形になりましょうか。それでは1つ目のシチュエーション動画を見ていきましょう。このシチュエーションは全く英語ができない日本のプレイヤー小作と日本語ができない海外のプレイヤーはじめとのやり取りとなっております。それではどうぞ。Hey, Kosaku! Is this matchup but for Nekari? というシチュエーションでございました。今のはですね、Is this matchup but for Nekari? だから疑問形ですよね。This is が疑問形になって Is this になって、でマッチアップだから組み合わせ。この組み合わせは、悪い組み合わせですか？ネカリにとっては。ネカリにとっては。なるほど。この組み合わせはネカリ不利なのって感じですよね。というよりはグッドマッチアップ。でシチュエーション。日本語だったらどうかですか？ただあれがあるじゃないですか。数字？はい日本勢がよく使う、あれはなんて言うんですか？73とかって言いますよね。73でルーク有利とか、これはですね数字はやっぱり万国共通なんです。万国共通っていうか少なくとも英語ではそのまま通じます。そうなんです。つまり7-3 for ルーク。ルークにとって7-3でなるほど。これね数字だけで通じるんですよ。じゃあ64は6-4。いいじゃない。こんな褒めて伸ばすタイプ。ルークの太刀中継に対して何もできない的な具体的な不満と書いてあるんですが、これそういう動画でありましたね。なんかそうですね。この技に対して何すればいいのみたいなのは確かに言いたいこと結構あるかもしれないですね。じゃあルークの太刀中キックが強えと、それ英語で言ってみようかな。全然わかんないですよ。それがわかんないからアングリーバードに対してミドルキック。いいじゃない。ルークズミドルキック。ミドルキックイズストロング。いいじゃない。完璧じゃない。2回目にしてちょっと連想力が。スタンディングミディアムキック。スタンディングミディアムキック。ストロング。なるほど。でそこからどうすればいいの的な。どうすればいいのっていうのがを聞くんであれば、どうっ
っていう質問は、はい。英語だと How なのよ。How。 How。はい。でこれアメリカンがはい日本の体制で、懐かしい。はめくり竜巻だけで倒した時に、い。はい。彼は多分日本語ではい。How をはい。どうやってっていう風におー覚えてたからはい。彼はそれをはい。どうやってどうやってって言って尋ねてきたのよ。なるほどそれが How なのよ。はい。だから How だけでもひょっとしたら、え俺だってアメリカに言ってること分かったもん。あ、そうなんですか。アメリカに言ってたのはスピニング You spinning spinning どうやってってへえ。どうやそう文法的に言うと How can I do How can I do っていう風になるんだけど、How だけでも割と通じるんじゃないかな。How なるほど、確かにね、強行動ですね。How。なるほど、それは覚えやすくてめちゃくちゃいいです。ルークに対してはネカリではなくアキラを使うつもりです。なるほど。ネカリは厳しいので他のキャラを使いますみたいな話ってことですね。そうどんどんね、いいね、整理されてきてるじゃん。いや、そうっすけど。アキラを使いますで。アキラを使います。ユーズアキラ。そういいじゃん。いいっす。おじゃあネカリははい不利だからはいアキラを使いますと。ネカリーズバットマッチアップ。うん。I use アキラ。いいんじゃない？おお、うん、おお。それはもう伝わりそう。完璧に伝わる。おお。いけるもんなのかもしれないですね。だからその希望が湧いてきて、状況をちゃんと整理すれば多分通じると思う。通じるっていう話で言っても通じるんですね。これを言われた時に絶対に通じる。ああ、そうですね。うん、確かに。あ、キャラコロやろうかって思われるかもしれないけれども、じゃあけれどもね。そしたら絶対に伝わる。確かにね。相手の言ってることが分かりさえすれば、結構いけます。はい、それでは次の VTR どうぞ。どうぞ。Hey, Kosaku! In this part, I think Luke is overpowered. What do you think? Yes. なるほど。謎なシチュエーションでしたね。なるほど。小沢さん、あれ今何やってたんですか？いや大会の会場でティアメーカーを作成すると。そんなやついるか？やばいやつですけど。まあシチュエーション的には、小作がティアメーカーをいじっていたところ、はい、それを見つけた友達のはじめがですね、やってきて、もう友達になってるんです。なんて言ったかと言いますと、まあ、Hey, 小作と。はい。で、In this patch, Luke is overpowered. What do you think? と言ったわけでございます。はい。で、これはですね、この、まあ、パッチ、このバージョンですね。バージョンですね。このバージョンでは、ルークがオーバーパワー、強すぎると。どう思うの？はい。ということを言ってたわけです。なるほど。それに対して、小作さんのアンサーは。まあ、じゃあそうだよっていう感じだと、もうだから動画の通りだから俺は、いや。じゃあね、イエスだけだとちょっと味気ない。そう、味気なさあるじゃないですか。加える、一言あります。はい。お、Yes, I agree。なるほどね。なるほど。それ同意します。私もそう思います。そう、なるほど。俺の発音がね、悪いとね、アグリーっていうね、醜いっていう形容詞もあるから。そうだ。agree, ugly. 皆さん発音ちょっとしっかり勉強してください。三強には入ってると思うよみたいな。いいじゃない。はい。そう、確かにそれは言いそう。三強とかっていうのはよく言いますね。三強。トップ3。おい。おお。いいじゃない。例えばルークは三強に入ってるって言いたい場合は、ルーク is top 3。じゃあ他の2人はみたいな感じで会話がどんどん進んでくるから。なるほど。ダルシムコーで。まあ小作さんはそう考えてると。
最強キャラは分からないけど最弱は丸々ですよね。すごいその会話が下手な人みたいなね。自分の使ってるキャラをここに入れて、なるほどね。最弱はこれですね。たまにいる。たまにいる。じゃあ最強は分からないと。最強は分からない。私は分かんないですよ。はい最強キャラは。はい。っていう10倍は。分かんない。分かんない。分かんないはマジで使う単語だから。そうですね、確かに。分かんないがでも分かんないですわ。I don't I don't know. I don't know. お I don't know. おやばいこれ英語1すぎるあまりにまずい。でも言われたら分かる。確かに言われたら分かるんですけど、じゃあね引き出せないんですよね本当に。そうでも案外そういうもんよ。自分の中でやっぱり単語は持ってんだけど、そこの連想力っていや本当にそうっすね。いやそれねやっていくうちにそことそこと結びつけていくうちに勝手になるもんだから。そうなんだ。そこはあえてなんか単語を勉強したりする必要はそんななくて、経験を積む英語を使う機会を増やすだけでそこ勝手にリンクされてくるから。で I don't know 最強キャラ。最強キャラ。最強一番いい。一番いい。なんですか。ベスト。あベストね。ベストキャラ。やばい。これねいいっすわ。これね刺激されてるこれトラウマが。つまりそれをさっきの I don't know とつなげると I don't know ベストキャラクター。そうです。まあ文法的に正しく言うとそこにザが入ります。I don't know the best ザベストキャラクター。でも but 最弱はネカリですね。いいじゃない。あれですね。そう。じゃあ〇〇 is ネカリ。最弱ってマジで分かんないかもしれないですよ。基本的にはこの形容詞ってあるじゃん。はい。例えば weak、はい、ストロング、はい、それの一番すごい形っていうのは終わりに EST をつけるとそれの一番すごいっていう形になるんで、例えばストロンゲストとか。だからこの場合だと最弱はweak にウィークの一番下の形はウィーケスト。そう。ウィーケストキャラクター is ネカリ。なるほど。っていうことなんだけど、英語のちょっと複雑なところがあって、特定の単語はなんかちょっと特殊な変化をする。さっきのそのベストとかグッドだから、グッテストじゃないのと思うんですよ。ちなみにグッテストで通じます。あ、そうなんだ。へえ。何が言いたいのかは伝わるみたいな。なるほど、そういう細かい部分なんだ。じゃあ向こうに。そうです。一応だからよく格ゲーで言われるのは、バットの最上級はワーストキャラクター。そう、ワーストランキングとか日本でも使いますね。なのでワーストキャラクター is ネカリ。ワーストのがおすすめです。断然おすすめです。今回はまあ分かんないよと、分かんないっていうようなシチュエーションの時はアイドンのそう。でアイドンの便利すぎてそれだけで乗り切ようとする。いや俺も多分もうこするなこれ。多発するんだけど、もうだってその終わるもん。ガシャン。いやよくないな。一歩踏み出そうってことですね。ある意味イエスより簡単になっちゃう。そこで終わらせちゃうっていうことですよね。だからこれ近所法だからそんなに使わない。確かに後ろつなげられる時にアイドンノーを。これは禁じ手ですね。後ろつなげられるように皆さん頑張っていきましょう。Hey! やべえなこれマジ。What do you think about Street Fighter 6? めちゃくちゃでかいやつが隣に座っててさ、そうですね。そんなこと言えないよ。言えないよ。